ちは。今日は名作椅子をゆるっとラフに描いてみたいと思います。まずはじめは世界で初めて椅子の大量生産に成功したと言われるトーネットの14番です。ミハイル・トーネットが開発した間書きの技術は画期的で、分解して出荷することで世界中に広まりました。今見てもアンティークで丸みが可愛らしいですね。描くポイントは着彩の際塗り残しを作っておくことです。そうすることで曲線のツヤ感や丸みを表現することができます。ここで使用したコピックの色は E77 番、E43 番です。次に紹介するのはハンス・J・ウェグナーのザ・チェアです。北欧家具の巨匠ウェグナーが1950年に PP503 として発表し、1960年にアメリカ大統領選のテレビ討論会においてジョン・F・ケネディがこの椅子に座ったことで注目され、椅子の中の椅子、ザ・チェアと呼ばれるようになりました。ミニマルでありながらぬくもりのあるフォルムが美しく、私も好きな椅子の一つです。描くポイントはパーツを意識しすぎずに流れるようなつながりを持たせることかと思います。この椅子を使ったインテリアパーツは過去のこちらの動画をご参考ください。今回使用したコピックの色は E43 番、座面が E00 番、鍵が W の2番です。続いてはロン・アラットのトムバッグをご紹介します。当初は1997年のミラノサローネのインスタレーションでスタッキングチェアを積み上げるというオブジェのために作られた作品でした。後に素材を変更し、ビトラから量産品として販売されることになりました。まるでアート作品のような存在感が美術館やカフェで用いられている理由ですね。描くポイントとしては線は少なくデフォルメすることかなと思います。曲線は着彩時に影と光沢で表現します。コピックは T0、T1、T2 を使って自然なグラデーションでポリプロピレンのツヤと曲線を表現していきます。こちらはアルネ・ヤコブセンのエッグチェアです。1958年、デンマークのラディソンホテルのためにデザインされました。体をすっぽり包み込む卵のようなフォルムはまるでプライベート空間のような安心感があります。描くポイントは生地の柔らかさ、丸みをグラデーションで表現することです。フォルムが特徴的なので、よく現物の形を見て描けば見た人がエッグチェアだと分かってもらうのにそう難しくはありません。ここではコピックの BG72 を丸みに沿って塗り重ねていきます。次はエイロサーリネンのチューリップアームチェアです。テーブルの下に見える足の数を減らしたいという構想から生まれた世界初の一本足の椅子チューリップチェア。その背からサイドにかけてのシェルを広げ、包み込むようなフォルムに仕上げたのがこちらのチューリップアームチェアです。フォルムとカラーバランスがこれぞミッドセンチュリーといえる作品ではないでしょうか。描き方のポイントは円形の足の台座の 3D 感を表現することかと思います。使用したコピックは T0、T1、T2、R43、R35 です。白い部分を残しつつ影の部分を塗り重ねてグラデーションにしていきます。こちらはラダーバックチェアです。ヘレンズバラのヒルハウスの進出のためにチャールズ・レニー・マッキントッシュがデザインしました。座るためだけでなく鑑賞することを目的とした椅子だと考えられています。描き方のポイントはとにかく直線、平行線さえ描ければあとは簡単です。座面の色は B95、細いラダー部分は着彩しない方がシャープなラインが保てると思います。続いては柳総理のバタフライスツールです。1956年に発表されて以来、日本を代表する椅子の一つとなりました。蝶が羽を広げたようなフォルムが日本特有の美しさを表しているようです。海外でも高い評価を受け、パリのルーブル美術館、ニューヨークの近代美術館に収蔵されています。ポイントは表と裏が翻るような曲線を滑らかに描くことです。使用したコピックは E55、E35、影が W2、カーブの光沢を残しつつ木目を表現しながら着彩していきます。最後はバーナー・パントンのパントンチェアをご紹介します。1967年、世界で初めて作られたプラスチックにより完全一体型の椅子として発表されました。
パントンチェアは国際的なデザイン賞を多数受賞し、ミッドセンチュリー時代の名作となりました。カラーバリエーションが豊富で、空間の個性を引き立てるのに一役買う存在です。描くポイントは流線形のフォルムだけペンで描き、あとは着彩頼みです。着彩しなければパントンチェアだと分かってもらうのは難しいかもしれません。ここでは T0、T1、T2 のコピックを使って光沢部分を塗り残しながらカーブに絶妙なグラデーションをつけていきます。いかがだったでしょうか。今回は初めての音声入り解説動画でお聞き苦しいところもあったかと思います。それでも最後までご視聴いただいた皆様に感謝いたします。それでは次回もお楽しみに。